ご視聴ありがとうございます。書道家の宝泉です。今日はこちらの筆ペンを使って基本の点や角を24種類紹介していきたいと思います。で、こちらから順に紹介していきますので、ぜひ全部見ていただきたいんですが、忙しいという方は必要なところだけでも見て練習をしていただければ嬉しく思います。それでは早速始めます。本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速書いていきたいんですが、その前に持ち方を確認していきたいと思います。こちら先が筆のようになっているので、筆と同じように立てて書いていきます。持つところはこちらのシールのあたりですね。このあたりをこう握りまして、この山になっているところ、この山になっているところからぐーっと筆を立てて、このようにして書いていきます。それでは早速始めます。はい、それでは一つ目の点から書いていくんですが、少しカメラ拡大して書いていきたいと思います。はい、では始めます。はい、こちら点です。左上の方向から筆を書き始めて、少し筆を動かして点を書きます。筆の先は左上、少し筆を動かして点を書きます。はい。続いて横角、横の線を書いていきます。横角は最初と最後、しっかりと押さえます。そして筆の先は左上、斜め45度の角度で書き始めます。斜め45度で書き始めて、少し右上がりに、そして最後もしっかりと止めます。はい。続いて縦角、縦の線を書いていきます。こちらも最初と最後はしっかりと押さえます。しっかり押さえて、まっすぐに筆を進めて、最後止めです。しっかりと押さえてください。続いて縦角からの、最後羽を書いていきます。下へ筆を運んで少し左へ寄せてから跳ねます。こちらしっかり押さえて、で少し左へ寄せて、はい、このように跳ねます。しっかりと押さえて、まっすぐに下へ筆を運んで少し左へ寄せて跳ねます。続いて左の長い払いを書いていきます。はい、こちらの払いを書きます。はじめはしっかりと押さえて、直線ではなく少し丸く払います。しっかりと押さえて、少し丸く、そしてゆっくりと払います。はい。続いて斜め右上方向への短い払いを書きます。こちらも、短いですが急ぐ必要はないので、ゆっくりと、そして少し丸く払います。続いて短い左払いを書きます。はい、こちらも同じように急がずゆっくり、そして少し丸みをつけて払います。続いて右の払いを書いていきます。
こちらよく字に出てくるんですが、とても難しいので、ぜひ練習してみてください。しっかりと押さえて、その後払います。こちらですね。こちらはしっかりと押さえて、その後方向を変えて右へ払います。はい、もう一度書きます。止まって方向を変えます。はい、それでは次に、縦の点、縦点を書いていきます。縦点は、初めはしっかりと押さえて、こちらは軽く紙から、筆を離します。こちらしっかりと押さえて、最後は軽く、紙から筆を離します。次に漢数字の3を書いていきます。はい。こちら1画目、2画目、3画目で、それぞれ変化をつけて書いていきます。1画目は上に反らせます。2画目は平らに、そして3画目は、下に反らせて書きます。上に反らせて平らに、そして3画目は長く下に反らせて書きます。はい。次は縦角、縦の線で最後スーッと払う線を書いていきます。はい。こちらはしっかりと押さえて、そしてまっすぐに筆を進めて、最後は引き抜く感じで、ゆっくりと払います。はい。続いて、こちらを書いていきます。1画目は少し外の方向へ筆を進めて、右上がりに書いた後、こちらしっかりと押さえて、跳ねます。外向き、右上がり、しっかり押さえて跳ねます。はい、それではもう一度書きます。はい。で、こちらなんですけれども、筆の先は上です。筆の先は上。続きまして、こちらの練習をします。こちらしっかりと押さえて、少し左へ、寄せてから跳ねます。右上がり、押さえて、で、少し左へ寄せて跳ねます。右上がり、押さえて、少し左へ寄せて跳ねます。はい、続いてこちらを書いていきます。こちらでしっかりと押さえた後、ここは少し長めに払います。こちら押さえ直して、長めに払います。押さえ直して、右上の方向へ払います。続いて反りを書いていきます。
ちらぐっと曲げて真上へ跳ねます。こちらしっかりと押さえてぐっと曲げて真上に跳ねます。はい。ではここで紙を一旦変えさせていただきます。続きまして、こちらを書いていきます。ここでしっかりと押さえた後、下へ筆を運んで少し左へ寄せてから跳ねます。右上がりしっかり押さえて少し左へ寄せて跳ねます。押さえて、はい、このように書きます。はい、続いてこちらを書いていきます。ここでしっかりと押さえてぐっと曲げて最後は真上に跳ねます。右上がり押さえてぐっと曲げて真上に跳ねます。はい。続いてこちらの練習をします。こちらはまっすぐに払います。そしてこちらですね、丸く一画目と交わるような感じで、払います。まっすぐ押さえ直して丸く払います。押さえ直して、はい、このように書きます。続いてこちらを書いていきます。この部分のことを曲がりと言います。曲がりはゆっくりと筆を進めます。押さえてゆっくりと筆を進めて真上に跳ねます。続いてこちらの4つの点を書いていきます。こちら大きく小さく小さく中ぐらいに書いて、変化を持たせて書いていきます。筆の先は上です。ぐっと筆の先を上にして小さく小さく、そして中くらいに書きます。大きく小さく小さく中くらいです。続いて、こちらを書いていきます。こちらも払いの方向それぞれ違います。横、下の方向、そしてこちらは長く丸みをつけて書きます。横、下、少し長く丸みをつけます。はい。続いてこちらを書いていきます。ここでしっかりと押さえて方向を変えます。だんだん太くしてしっかり止まって太くしてから方向を変えます。だんだん太くして止まって方向を変えます。
続いてこちらの口を描いていきます。こちら、1画目は少し長めに描いて、こちらしっかりと押さえて、その後こちらは右に、横へ出ますので縦に出ないようにお願いいたします。しっかり押さえて、そしてこちらは横に出ます。もう一度書きます。こちら少し長めに書いて、しっかり押さえて短く、そして最後は右へ横に出します。はい、それでは最後です。はい、こちらを書いていきます。こちらは先ほどの口とは違って縦に出ますので、あらかじめ長めに書いておきます。ここもしっかり止まって、押さえ直して、こちら長めに書いておきます。はい。いかがでしたでしょうか？ご参考いただければ幸いです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、そしていいねボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回失礼いたします。